兵器解説専門チャンネル、弾丸デスマーチ、へようこそ。長射程ミサイルが全盛の時代、近接航空支援専用の攻撃機に、果たして未来はあるのか？今回は、近代化改修を受けて高性能な攻撃機へと生まれ変わった、A-10C、サンダーボルト2、と、貧者の A-10 こと、ロシアの、スホーイ25について解説します。A-10、サンダーボルト2は、近接航空支援専用として、米軍で初めて開発された攻撃機で、前線の敵戦車や装甲車、その他の地上目標の攻撃と、前線の敵後方部隊に対する航空阻止により、地上軍を支援する専用の航空機です。1970年代の A-10 の配備当初は、航空支援に必要な低速度での運動性や、空中待機性が評価され、最終的に700機以上が生産されました。しかし、1980年代末になると、夜間運用能力の不足や、遅い速度、事前の制空権確保の必要性など、元より承知で割り切ったはずの性能不足が問題になりました。同時期に開発されたマルチロール機、F16 ファイティングファルコンは、低空、低速での運動性も高く、近接航空支援もこなせる機体であったため、米軍では F16 の方がコストパフォーマンスが高いとして調達が優先され、A-10 は F16 に置き換えられ消える運命でした。しかし、1991年に発生した湾岸戦争に多数の A-10 が派遣され、戦車を含めた2500両ほどの敵車両を撃破、1000カ所以上の地上目標を破壊するなど、大活躍を見せたことから退役の方針を一転し、これまでに何度かの近代化改修が実施され、最終的には、200機ほどが2028年まで現役に留まると見られます。湾岸戦争でこれほどの活躍ができたのは、イラク軍の対空能力が低いことや、良好な天候、攻撃ヘリなどに比べて左陣に強かった、など、現地での戦闘環境が、A-10 のスペックや運用想定と合っていたためと言われますが、武装組織や脅威度の低い軍隊に対しては、その近接航空支援能力の高さを発揮しました。ちなみに最終的な近代化改修を受けた A-10 は、A-10C と呼ばれ、見た目はほぼ変わらないものの、アビオニクスの大幅な更新により、これまでの A-10 とは別物、とも言われる機体です。A-10 の特徴的なデザインとしては、長く直線で形成された主翼と尾翼の間に設置された、得意なエンジン配置でしょう。この長い直線力のおかげで、低高度低速度域で良好な運動性を発揮し、爆撃機よりも遅い速度で飛行、該当空域に長時間留まることを可能としています。また、高い短距離離着陸性能を持つことから、簡易的な滑走路からの離着陸を容易にしています。主翼と尾翼の間の、胴体上部に設置されたエンジンも様々な利点を持ち、エンジン排気が水平尾翼と垂直尾翼の間を通ることで、地上からの赤外線探知を遮り、赤外線誘導ミサイルの探知を撹乱することにも寄与しています。また、主翼と尾翼に囲まれた高い位置にエンジンがあることから、翼を縦にすることで、限定的ではあるものの、エンジンの被弾を防ぐ意図もあるとかないとか。このように、エンジンや垂直尾翼を含む多くの部品が、左右共通で使用できるように設計され、前線に近く、限られた整備能力しかない基地での整備性も向上させています。それから、エンジンが高い位置にあることで、整備員が吸い込まれる危険がなく、エンジンを止めなくても整備点検や再武装が可能なため、再出撃にかかる時間を短縮できるメリットもあります。ということで、近接航空支援機としての性能の他に、整備性も兼ね備えたデザインと言えます。次に A-10 の防御性能ですが、低空を低速で飛行する A-10 は、地上から攻撃を受けるリスクが高いため、機体は全体的に頑丈に作られており、23ミリ鉄鋼弾や榴弾に耐えうる構造となっています。コックピット周りは特に強化されており、総重量500キロものチタン合金で保護され、
場所によっては23ミリ弾以上の防護性を持ちます。キャノピーについても消火器の攻撃に耐え、前面の風防部分については、20ミリ砲に耐える強度を持っています。仮に被弾しても、二重の操縦系統を持つことで、起動するのに最低限の機能を維持でき、エンジン、垂直尾翼、昇降台、主翼の先端部など、どれか一つを失っても飛行可能な設計となっています。このように、生存性や高端性を重視して作られた A-10ですが、湾岸戦争においては、100機近い A-10が作戦に参加し、その半数の機体が被弾する損害を受けたものの、撃墜されたのは数機のみにとどまっており、高い生存性を証明しました。A-10といえば、まず最初にガトリング砲をイメージする人が多いのではないでしょうか。A-10の機種下部には、30mm のガトリング砲、GAU-8 アベンジャーを搭載します。これは、航空機に固定装備される機銃の中では、最も大きく強力な部類の機関砲で、搭載弾数は約1200発、7砲身のガトリング砲から毎分3900発の劣化ウラン弾を発射可能で、一部の戦車や装甲車などの装甲を貫くほどの威力を持っています。また、射撃精度も高く、射程 1.2 キロで、約12メートルの円内の命中率が 80% となっています。ちなみに、かつてアメリカ空軍では、F-16 ファイティングファルコンに A-10 の機関砲を搭載した、FA-16 と呼ばれる機体が作られ、これを A-10 の代替とする計画がありました。これは、A-10 の GAU-8 アベンジャー砲を軽量化、スペックダウンしたガンポットを、機体の下部に搭載したもので、元の GAU-8 アベンジャーに比べると、発射時の反動が軽減されているものの、それでも反動の補正が十分に行えず、大きなブレが生じ、その結果、発射された弾丸は大きく散らばってしまい、期待した射撃精度が得られなかったことから、FA-16 計画はおじゃんになりました。ということで、A-10 はそれほど強力なガトリング砲を搭載した、得意な攻撃機、というわけです。ガトリング砲の他にも、主翼と胴体下に11箇所ものハードポイントを持ち、空対地ミサイル、対空ミサイル、ロケット弾、電子戦ポットなど、様々な兵器が搭載可能です。空対地ミサイルは、AGM-65 マーベリックを最大で14発も搭載可能で、射程は約20キロ。対空ミサイルは、あくまで自衛用として AIM-9 サイドワインダーを2発。ロケット弾は、7連装もしくは19連装のハイドラ70ロケット弾ポット。その他にも無誘導爆弾や、精密誘導爆弾の搭載も可能となっています。冒頭に説明した通り、現在運用されている A-10 は、アビオニクスの大幅な更新を受けた、A-10C と呼ばれる機体で、ネットワーク化によって、攻撃目標の正確な共有が行われるなど、昼夜を問わずに命中精度が劇的に向上し、これまでの A-10 とは別物、とも言われ、外見はほぼ変わらないものの、近代的な高性能攻撃機へと生まれ変わっています。スホー E25 は、アメリカの A-10 に多少遅れたものの、近接航空支援を目的にソ連で開発された攻撃機です。その見た目は、前述の A-10 との受注競争に負けた、アメリカの YA9 と似ており、攻撃機としてはオーソドックスなデザインとなっています。主翼は、A-10 ほどではないものの直線翼に近い形状で、低空低速での運用を重視した設計となっています。防御性能についてもそれなりの対策が施されており、コックピット周りは、チタン合金で補強されるなど、重機関銃程度の攻撃には耐えうる機体となっていますが、高性能な米国製のスティンガーミサイルが普及すると、アフガニスタンなどでスホー E25 の撃墜が相次いだため、両エンジンの間にチタン板を挟み、片方のエンジンが被弾しても、もう一方まで被害を受けないように回収され、それ以降は良好な生存性を維持したようです。本機は、アメリカの A-10 を購入できない旧共産圏や、アフリカ諸国で多数運用されており、様々な改修を受けた派生型も含めて、1000機以上が生産されました。ロシアでは、
このスホーイ25に代わる新型攻撃機を、2020年までに運用する計画でしたが、現在ではその計画が中止されているので、近代化改修を受けながら、当面は現役にとどまると思われます。昨今では、長距離ミサイルによるアウトレンジからの攻撃が重要視され、今回紹介したような近接支援用の攻撃機は減っていく運命かと思いますが、非正規戦など、航空優勢が確保された地域においては使い勝手のいい兵器であり、もうしばらくは大事に使われていくでしょうね。それではこれで、不死身の攻撃機、A.10 サンダーボルト2の解説は終了です。まあ次も見てやるか、という方は、いいね。チャンネル登録、通知ボタンのポチをお願いします。